皆さんこんにちは。セルファイバーの柳沢と申します。私は2年ちょっと前まで大学の研究室で24時間ほとんどポリマーのことだけを考える生活をしてました。で、博士課程が終わるときにふと顔を見上げて考えたときにですね、これから何をしようかというときに、この先生がある講演でお話ししたことをすごく印象に残っていて思い出しました。この右にある細胞シートを発明された東京女子大の岡野先生という方なんですが、もともと高分子の科学者が今この細胞の移植に使うような基本的な技術を発明されています。この岡野先生講演でおっしゃってたことは、研究者できること同じような論文たくさん作るんじゃなくて、本当に社会にある問題を解決するための研究をやりましょうと、こういうことを思い出して、じゃあ何やろうかなと考えている時にこの細胞ファイバーの技術に出会いました。この皆さんご覧になっているのは髪の毛ぐらいの太さのゲルのチューブの中に丸が入っているのは、これが細胞です。全体像を見ると長さが数十メートルにもわたるような構造物なんですが、非常に均一な細胞密度、直径を持っています。これがその細胞ファイバーを作成している動画です。この上のところにちょっと見えている、ノズルが非常に特殊なものを使っています。もしかしたら皆さん人工イクラみたいなものを、ポリマーの溶液をある凝固剤の中に垂らすと作成できるというのをやったことあるかもしれないんですが、実は細胞ファイバーも使っている材料そのものは非常にありふれたもので、特別なものを使ってません。この人工イクラを作るこのゲルと凝固剤プラス細胞をこのマイクロリューロと呼ばれるような狭い空間の中で精緻に順序よく合流させることで細胞ファイバーを作ることができます。これはセルファイバーの創業者でもある竹内小野偉によって開発されました。我々はこの細胞ファイバー技術をこの細胞治療の分野に用いる事業開発を行っています。で、なぜこの今細胞を薬として使うようになっているかというと、これ非常に昔からの薬に比べるとややこしいんですよね。それでも使いたい理由はもちろん今までできなかったことができるようになっているからです。例えば有名な水泳選手が白血病であることを公表されましたが、細胞治療の中には今まで難治性の白血病であっても例えば8割ぐらいの確率で、症状が良くなる、こういうものが、出てきています。日本でも今年保険適用になりました。これ非常に素晴らしいことなんですが、同時に我々大きな課題にも直面しています。医療費です。この先ほどお示した白血病の治療薬は1人分でこの値段がついています。アメリカでは2億円を超える遺伝子治療というのも登場してきています。これ非常に高額という問題、今はまだ数が少ないのでそれほど大きな問題にはなっていないかもしれないですが、この科学が進んだ時にじゃあこの価格の問題で技術はあるのに治療を受けられない、そういう事態が起き得ないとも限らない状況です。でもちろんこの問題当然認識してますので、じゃあ大量製造によって解決できないか、当然やられています。この画面の左側に示しているような細胞が例えば100万個、10万個、100万個で済むようなものは今ある技術でもたくさん作ることができます。一方でこの画面の右側にあるようながんとか糖尿病、心筋梗塞、こういったものを治療するには例えば10億個、100億個の細胞が必要になります。100億個の細胞を重量にすると大体 80g くらいです。こういったものは1人分とかせいぜい数人分現状だと一気に作るというのが、限界だという状況です。これはその iPS 細胞をたくさん作る時の課題が何かということを示している写真なんですが、この見えている丸はこの一個一個が細胞の塊です。細胞が集まったものです。で、長期間培養しているとこの塊がどんどん融合していって大きくなります。で、大きくなると物質が通らない、酸素が通らないで中央の細胞が死んでいってしまい、もはや治療には使えないものになってしまいます。我々はこの問題を解決するのにこの細胞ファイバーという技術を使っています。 iPS 細胞を中に入れて培養してやりますと、この空間を満たすように増殖していきますので、大きさを制御したまま細胞を増殖させることが可能です。これは単にこの凝集して死んでしまう、不均一化してしまうという問題を解決するだけではなくて、通常はこういう問題を避けるために非常に細胞の中で、リアクターの中で細胞がスカスカに存在するような状態で培養しています。
このチューブに閉じ込めてやることで、従来と比較して20倍ぐらいの細胞を同じサイズのリアクターでも得ることができます。でもともとこの技術最初に開発された時にはこういう非常に少ない量の細胞ファイバーを作るとか培養するということしかできませんでした。これが今その紐を持ち上げているところの写真です。で我々これ実際に事業で使おうというところで細胞ファイバーを大量に作成する、大量に培養する、そういう技術の開発を行いまして、右側にあるような100倍ぐらいの量の細胞ファイバー今作れるようになってます。でこのスケールになると、治療で使うような細胞の製造に実際使えるぞというところが見えてきまして、実際この技術の評価とか、共同研究、細胞治療をですね実際開発している企業との共同研究というのが今始まっています。我々こういったことを通じて細胞を大量製造する技術の開発、ひいては細胞医薬品を合理的な価格で多くの人に届ける、そういう役割を担っていきたいと考えています。で今日時間限られてますんで、この細胞の大量製造という話したんですが、我々この細胞ファイバーの技術をですね、人工的に臓器を作るような取り組みにも用いています。これ臓器そのものというよりはその一部のモデルになるようなミニチュアの構造物です。ここにお示しているのは人の心筋細胞の塊で作った紐です。例えば今動物試験が行われているような領域でも、この人の組織を用いることでより精度よく、例えば毒性であるとか、薬効、そういったものを予測できるようになるのではないかと我々考えています。で今日はその紐状の構造物だけ紹介したんですが、例えば血管とか尿細管、人間の体の中でチューブ状の構造になっているもの、こういったものを体の外で作るのは非常に難しいんですね。でそのための基本的な技術として、使うことができまして、こういう管、直径が20マイクロメートルで極細の細胞の管を我々は作成することで、こういう創薬の分野にも貢献したいと考えています。時間の関係でご紹介できなかった分野もあるんですが、食品で言えば例えば発酵を超高速で行う、そういうあらゆるですね細胞の産業利用の在り方を根本的に変えるような事業に我々今挑戦、このようなメンバーで、挑戦しています。今日はご清聴どうもありがとうございました。